高野の万年草にですね、今日与える肥料はですね、この2つ液肥ですね。これと同じ部類かなと思います。この洋蘭サボテン盆栽などですね。コケテラリウムで育成する場合は基本的に肥料などは雨とかで流出して流れていきますので、それが逆にいいんですね。森林の土壌っていうのは畑とかの栄養素のバランスがモデルにされるぐらいですね。はい、皆さんこんにちは。西洋苔園の苔見沢です。今日は高野の万年草のメンテナンス動画なんですけれども、栽培高野の万年草にですね、肥料を与えていきたいと思います。そこで、おすすめの肥料と、で、私が以前高野の万年草薬害で、ダメにしてしまった経験もありますので、この薬害が出ないような肥料ですとか、薬害が出ないような肥料のあげ方、こういったものもですね、ご紹介していきたいと思います。コケテラリウムでですね、苔を育てるときに肥料をですね、あげたいという方にも参考になるかと思いますし、苔栽培ちょっと興味があって、ちょっとご家庭でですね、やってみたいという方にもですね、この、栽培農家が、苔栽培農家がですね、高野の万年草を育てるときにどういう肥料のあげ方をしているのかということをですね、この動画でご説明していきたいと思います。もうこちら見えてるんですけれども、高野の万年草にですね、今日与える肥料はですね、この2つ液肥ですね。はい。ハイポネックスさんのこの原液、ハイポネックス原液ですね、がまず1つ。そしてハイポネックスさんから出ているこのリキダス、植物用活力液ですね。いわゆるその微量栄養素というんでしょうか。この活力活性剤、アミノ酸ですとかですね、フルボ酸とか、そういったものが入っているものになります。これ以外にも、今日は持ってきてないんですけれども、ニカ水と言ってですね、あれは何になるんだ、メネデールですかね。メネデール、ニカ水という成分のメネデールというものですね。メネデールも与えることがありますけれども、肥料として与えることが多いのはですね、もうこのハイポネックス。これはもういつも与えています。で、ハイポネックスとリキダスですね。はい。このリキダスもちょっと使ってみたいと思いますので、そのポイントなどもですね、ご紹介しながら、なんでこの2つなのかですとか、どういった風に上げるのかとかですね、どういった効果を狙っていくのかとか、そういったところもバッチリ解説をしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。はい。今、噴抜きに水を溜めてます。山の水なんでちょっとね、溜まりが遅いんですけれども。ハイポネックスのこちら青いやつですね。と、このハイポネックスから出ているリキダス。この2つです。ハイポネックスはですね、普通に栄養。この窒素、リン酸カリの入ってるものですね。これをかなり薄めに入れます。一応規定の倍率がありまして、このサボテンとか洋蘭、ここに山野草とか盆栽とかもありますよね。山野草に分類されるかなと思うので、2000倍になります。10リットルで、このキャップの量で言うと4分の1杯ですね、を与えるということなんですけれども、苔の場合は2000倍でもちょっと怖いですよね。ちょっと2000倍だとしてもちょっと怖いんで、これ、だいたいですね、16リットルぐらい入るのかな ?15 リットルぐらい入るんですけれども、15リットルで、このキャップ4分の1ぐらいになるようにします。2000倍よりもちょっと倍率かなり薄いですね。はい。で、これ、リキダス。こちらはですね、植物用活力液なんですけれども、微量栄養素とかが入っていたりとかするものですね。これも入れていきます。で、これもですね、一応規定の倍率ありまして、洋蘭、サボテンとか、これ同じ扱いだとですね、ここに山野草もこっちにハイポネックス入ってましたので、サボテン洋蘭ですね。この2000、これだと1000倍になります。ここに書いてますね。
1000倍です。ここと同じ部類かなと思います。この洋蘭サボテン盆栽などですね。ここと同じ部類に入るのかなと思ってまして、まあ、これも1000倍なんですけれども、5リットルで4分の1なので、まあこれ15リットル入れるんで、それで4分の1杯ぐらいでちょうどいいかなと思いますんで、与えていきます。よいしょ。こんな感じで、噴霧器で与えていきます。苔はですね、苔テラリウムで育成する場合は、基本的に肥料などは与えなくてもいいと思いますけれども、たまに年に何回かだけですね、ごくごく薄い量を与えるぐらいの方がいいかなと思います。もしあげる場合はですね。で、栽培の苔はですね、基本的には結構やっぱり大量に育てるんで、私はですね、あげています。砂苔や灰苔ですね、庭苔は肥料を与えないんですけれども、この苔テラリウムで育てる苔ですね。苔テラリウムで使う苔ですね。これにはですね、肥料を定期的に与えるようにしています。理由はですね、高野の万年草は特に大型の苔じゃないですか。まあ、大笠苔もそうですし、ヒノキ苔なんかも大型の苔ですよね。大型の苔はですね、やっぱり肥料、自然界からですね、絶対に肥料を取ってるはずなんで、栄養を取ってるはずなんで、全く肥料を与えないっていうよりは、やっぱ与えた方が育成がいいんじゃないかなと思って定期的に与えています。ハイポレックスは、基本ですね。いつもハイポレックス肥料をベースとして与えてます。2000倍よりもさらに薄い量ですね、与えてますけれども、で今回リキダスをですね使った理由としては、やっぱ微量栄養素が入ってるんで、そういった栄養もですね与えてみたらいいんじゃないかなと思って与えてみることにしました。基本的にはですね、野菜の栽培とかでよく使われるんですけれども、で私も野菜栽培もしてまして、リキダスはですね結構使えます。で、根の活着、定植した後の野菜であればですね、苗を定植した後のですね、直後にリキダスを与えたりとか、定植前にですね、その野菜の苗にもうリキダスを吸い込ましておくと、苗にですね、定植前にそういうことをやると、かなり野菜の育成がいいですよね。でそういった関係でリキダス、やっぱり微量栄養素とか活力剤なんで活力与えるんじゃないかなと思ってですね、与えてみます。で、以前動画でご紹介しましたHB101 ですね。HB101 も苔にはかなり効くんですね。あれもやっぱ杉とかヒノキとかですね、大箱とか、そういった苔と相性がいい植物のエキスが入ってるんで、育成がめちゃくちゃいいです。ヒバオイルとか与えたぐらいですね、育成がいいんですけれども、それはですね、やっぱ苔に種類が、苔の種類によるので、私はですね、高野の万年草で薬害をヒバオイルで出してしまった経験からすると、ちょっと HB101 をですね、高野の万年草に与えるの怖いなと思って、それでですね、今回微量栄養素ということで、リキダスを HB101 の代わりに高野の万年草に与えています。これもですね、また育成状況なども動画でご紹介をしていきますので、肥料を与えてどうなったかですね、また定期的にレポートしていきたいと思います。で、栽培の苔にはですね、割と定期的にこうやって肥料を与えるんですけれども、見ていただくと分かるように、この
用土の下ですね、水が抜けるようになってるんです。このトレイは。この蓋も同じトレイ使ってますけども、このように穴がいっぱい開いてます。なので、雨が降ったりすると、この栄養素はですね、自然に流出していきますよね。なので、コケテラリウムの場合は、この流出する、自然にこう流出して流れていっていくっていう、自然の循環がないので、蓄積するばっかりですね。ですので、そうなってくると、コケテラリウムで肥料を与えてしまうと、中で肥料が、分解され始めたりとかして、カビが出たり、で藻が発生したりとですね、そういうトラブルにつながることがよくあります。なので、コケテラリウムで肥料を与えるときは、本当にリスクが高くて、結構トラブルが出ると、藻が出たりとか、カビが出るっていうのも、前提でもう、それが分かった上で、このリスクも覚悟の上で肥料を与えるっていうのを、コケテラリウムでは、それぐらいの感じで肥料を与えてあげる方がいいと思います。で、あと藻が出たりしたら、メンテナンスしてあげるんだというですね、そういう前提で肥料を、コケテラリウムの場合は与えてください。で、栽培の場合は、そういったリスクが少ない。とても少ないですね。こういった肥料を与えておいても、雨とかで流出して流れていきますので、それが逆にいいんですね。で、小屋の万年草なんかはですね、特に落葉樹の下に落ち葉が堆積するような場所にですね、自生していることが多いです。なので、そういった腐葉土、自然の天然の腐葉土からですね、栄養をもらってるんだと思います。で、その腐葉土の中にはですね、栄養だけではなくて、そういった腐葉土を分解する微生物とかもたくさんいますよね。で、森林の土壌っていうのは、畑とかの野菜で栽培するときのよく土の栄養素のバランスが、モデルにされるぐらいですね、森林の土というのはですね、バランスがいいというふうに言われています。それぐらいやっぱり森のですね、土というのはですね、栄養豊富、豊かな土壌なんですよね。なので、そういうところで育っていることが多い小屋の万年草ね、やはりそういった栄養が必要なんじゃないかなと。なので、私はですね、栽培苔には必ずこの栄養を肥料、液肥ですね、与えるようにして、薬害が出ない程度に、規定の量よりも薄くしてですね、与えるようにしています。ただですね、本当に薬害が出やすい苔はですね、いい肥料を与えたとしても薬害が出る可能性もかなり高いので、気をつけながらやっていきましょう。私もですね、この肥料を与えた後怖いんで、雨が降るというですね、予想が出てる時とか、その前日とか、その数日後に雨が降ると分かってて、そういうタイミングでですね、与えるようにしています。これで先ほど肥料もかけ終わりまして、怖いので、薬害が怖いので、念のためにですね、葉っぱに水をかけて薬害が出ないように対策をしております。これでですね、葉っぱにかかった肥料というのはある程度薄まって、で、肥料自体は、液肥自体はですね、この土壌に残留しますので、これで効果を狙っていくという感じです。はい。それではですね、肥料最後与えて、薬害の対策のためにですね、念のために水を最後かけていきました。こういった感じで、苔農家ですね、
苔栽培するときに、これは私のやり方なんで、皆さんが全員ですね、苔栽培農家の方がこのやり方をやっているかどうかっていうのはちょっとわからないんですけれども、私がやっている方法ですねをご紹介させていただきました。こちらですね、またこの経過などもですね、様子、この肥料をあげた後ですね、これから今冬に入っていってどういうふうに成長していって来年の春にはどうなっているのかですね、そしてまた来年の夏、この成長がどういうふうになっているのかっていうのも合わせてご紹介をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。この動画ですね、よろしければグッドボタンいただけると非常に嬉しいです。そしてまだご登録いただいてない方がいらっしゃれば、ぜひチャンネル登録をしていただけると非常にありがたいです。よろしくお願いいたします。それでは、最後まで動画を見ていただきましてありがとうございました。西予苔園苔見沢、この辺で失礼したいと思います。では次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。